はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。約2週間ぶりの動画となりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。本日は皆さんに一つご報告がございます。この度私、陽性になりました。48歳の派遣のおじさんが陽性になったのです。数日前から体調を崩し、熱が出始めました。初めはまた風邪かよと思いました。というのも、本日は7月31日です。今月の上旬にも1回風邪をひいたばかりだったんですよ。だからまた風邪というのが正直な感想でした。で、熱が出始めたのは27日頃で、それ以降、マックスは39度3分まで熱が上がりました。で、この時はですね、夜中に、あまりの寒さで目が覚め、測ってみたら39度3分というまさかの高熱。で、押し入れからですね、しまってあった冬用の毛布を引っ張り出して、真夏だというのに、毛布にくるまりながら寝たという時もありました。で、熱が出始めた日は、仕事が休みだったので、おとなしく家で過ごしてたんですけども、なかなか熱が下がらなかったので、28日に札幌市内の発熱外来に受診しようとしたんですけども、皆さんご存知のように、この第7波、全然病院の予約が取れないんですよ。取れなかったんですよ。で、ようやく見てもらえたのが翌29日でした。ただですね、なんとか予約の取れた病院だったんですけども、診察方法がドライブスルー方式、あらかじめ電話にてこちらの症状を伝えて、病院の敷地に着いたら看護師さんが車のそばにやってきて薬やお会計をするというもので、その時は先生とは会えてないんですよ。で、本来の診察というのは、先生が患者と対面し、目の下を見たりとか、喉を見たりとか、聴診器で心臓の音を聞くなど、これをするだけでも体の状態がかなりわかると YouTube で誰かが言ってました。ところが私はその日、先生とは全く会えずに終了しました。私が心配したのは、今月頭に風邪をひいたばかりなのに、また風邪をひいてしまった。もしかしたら風邪以外の別の病気の可能性はないか、そこら辺を先生に聞きたかったんですよ。実際は一般的な風邪薬を処方されて終わり。あとはですね、PCR 検査も受けてきました。これで通算4回目の PCR 検査となりました。そして昨日病院から連絡がありました。大野さんはティンカーベルになりましたと。はい。で、その時に電話くれた方にですね、今回の PCR、CT 値はいくつだったんですかと私聞いてみたんですよ。で、この CT 値っていうのは、遺伝子増幅のサイクル数で CT 値が高すぎる PCR 検査っていうのは当てにならないんですよ。しかもこの CT 値は世界基準がないからなおさら面倒。で、看護師さんに聞いたら書いてないって言うんですよ。そんなバカな。で、その病院は PCR 検査を外部に検査依頼をかけてるそうなんですよ。で、その来た結果には CT 値がないと。そんなバカなと私は思いました。はい。で、そして次に私が起こした行動をですね、派遣会社への連絡です。PCR の検査が出るまでにすでに仕事は2日ほど休んでました。で、向こうの方でもなかなか鼻毛の出た大野治らないし、もしかしたらあいつコロナなんじゃねえのかという話をしてたみたいです。で、職場にはちょっと迷惑をかけてしまい、申し訳ないなという気持ちですね。多分ですね、職場の人たちも濃厚接触者となり PCR 検査は受けることになると思います。実際私、その職場の誰とも濃厚な関係にはなってないんで、厳密な意味での濃厚接触者は一人としていません。はい。で、こちらはですね、検査を受けた病院からもらったもので、もし、検査結果が陽性となった場合、保健所からの連絡を待たずに、ここに書いてあるサイトに登録してほしいという案内文書です。で、ここに発症日や症状を登録すると、あなたはどこでいつまで療養してくださいという結果が出るようです。で、これが、運用される前までは、ひたすら保健所からの連絡が来るのを待つ
ということになってましたが、それを待たずに、迅速にとりあえず登録ができるという素晴らしいものらしいですが、使ってみた感想としては、正直最初のログインでですね、ものすごい失敗を繰り返して、正直使いにくいです。で、このサイトによって、とりあえず登録は終わりました。今回の私の療養期間なんですけども、こちらの8月6日まで自宅にて療養してくださいという結果となりました。はい。で、私の場合ですね、基礎疾患持ちの高齢の親父と2人暮らしなので、むしろ私は家にいない方がいいのではと思いました。ホテル療養がいいのではと思ってるんですけども、なぜか自宅療養になりました。で、入力項目でも高齢の家族と住んでいるにチェックを入れたはずなんですけど、病院からの連絡は昨日ありましたが、保健所からの連絡自体は未だにまだ来てません。多分ひっちゃかめっちゃかなんでしょう。なので、もし連絡が来たらその親父のことも確認したいと思います。っていうか確認したいんですよ。はい。で、幸い今のところ親父は何の症状も出てないので、それはそれで良かったかなと思ってます。札幌市のホームページに自宅療養の仕方について記されてるんですけど、換気をよくしろとか手洗いをよくしろとかと基本的なことの他に、トイレも別にせよと書いてあったんですよ。なるほど、トイレも別にした方がいいのかということで、今親父とトイレをもう一箇所どこに作ろうか検討中です。あとですね、この数日で、私に現れた症状をお話ししますと咳、喉の痛み、筋肉の痛み、関節の痛み、高熱、便の緩み、ED ですね。はい。熱が日によって上がったり下がったり激しくて、1日中38度を超えてる日もありました。不思議とですね、頭の痛みはほとんどなかったんですよ。で、その39度3分の高熱の時も寒気はあったけども、激しい頭痛っていうのが今までほとんどなかったんです。あと、胸の苦しみとか呼吸のしづらさもありませんし、味覚も大丈夫です。一番今苦しんでるのがです。喉。とにかく喉が痛い。唾を飲み込むのも痛いし、こうして喋ってるのも痛い。気になる感染経路なんですけど、正直わかりません。私は友達も恋人もいません。ここずっとご無沙汰です。誰とも濃厚な、そして濃密な接触はしていません。第一、私、厚労省が推奨しているココアに登録してるんですけど、ご覧のように過去2週間、陽性者と接触していないんですよ。なのに感染した。強いて心当たりがあるとしたら、去年私、札幌の大通公園で行われた東京オリンピックマラソンをノーマスクで感染してしまったことです。多分、この時に感染したのではないでしょうか。マラソン感染と、感染ね。はい。あと私が気になっているのは、保健所のホームページを見てて思ったのがですね、薬の処方についてです。薬はどうしたらいいのという問題の答えが見つけられないんですよ。先日病院でもらったのは風邪薬。で、今回私がなったのはコロナです。だったら、それに適した薬を処方するのが正しくないですか？で、そこら辺も聞きたいんですけども、保健所から何の連絡も来ません。薬に関して保健所のホームページで見つけたのが、Uber を利用してドラッグストアで薬を購入してくださいなんですよ。マジで言ってんのと私は思いました。正直ドラッグストアで売られてる薬ってあんまり効かないじゃないですか。なぜならそれは成分が弱いから。対する病院で処方された薬というのは、先生がその患者さん個人をターゲットにして処方された薬だから効くんですよ。もしそれによってその患者さんの体に薬が合わなくて異常をきたした場合は、その先生が責任を持って対応する。それが処方された薬
だから効く。対するドラッグストアの薬は万人向けの薬なので無茶ができない。逆を言えば効き目が薄い。なのに札幌市は薬をドラッグストアで買えとは、所詮コロナはその程度という認識なのではないでしょうか。そこで私、一つのある薬のことを思い出しました。それはイベルメクチンです。イベルメクチンは日本人の大村聡先生が本来は凝中用の薬として発明し、ノーベル賞も受賞したというとても素晴らしい薬です。なぜアフリカでコロナ感染者が少ないのかを調査した際、多くの国民が凝中対策として服用していたイベルメクチンによるものではないかということに気づき、世界が飛びつきました。日本でも過去に一瞬その話題で盛り上がりましたが、製薬会社とつながったマスメディアの力によってその話は今ではほとんど聞かなくなりました。で、先ほど私ネットでイベルメクチンを注文しました。日本国内ではその先生の処方箋がないと購入できないので、海外からの輸入にしました。到着まで 2,3 週間かかるようです。買ってなかったんですよね。自分はコロナにかかるわけがないという変な思い込みがあったので、あらかじめ用意しておくということはしてませんでした。なんて言うんでしょう。イベルメクチンが到着する頃には、療養期間も終えているはずなので、今後は常備薬として持っていたいと思います。そして最後に、私と同じ日にある方もコロナ陽性になりました。それは北海道の鈴木知事です。自身の Twitter にて、近況報告をしていました。その中で彼は、解熱鎮痛剤を飲んだこともあり、熱が37度4分になりました的なことを話してました。じゃあ飲まなかったら私とそんなに変わらなくね？片やワクチン接種0回の大野マン、片やワクチン接種3回の鈴木知事。知事は見事にワクチンを打っても打たなくても意味がない、症状に差がないことを見事に証明してくれました。先日90代の女性が亡くなった原因がワクチンによるものだという国の初めての認定が出ました。それでも皆さん、ワクチンを打ちますか？それとも縁を切りますか？もしこんなコロナになった派遣社員の今後に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。